ベルベージュのオーラです。本日もオンラインサイトにアップされる商品をご紹介いたします。ご購入と、金額、サイズ、状態のお問い合わせの方はベルベージュウェブストアの方によろしくお願いします。これから紹介する商品が、1月の11日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄に貼ってあるのでチェックしてみてください。まずは T シャツからいきます。こちら無地の T シャツなんですけど、タグの方がこちらのリーボディになっております。サイズ表記こちらの一番下ですね、WXL っていう表記になっております。エンジボディのしかもロン T ですね、ロン T の無地珍しいと思います。で状態もざっくりですが、ダメージなどは見られずいい状態かなと思います。でサイズも WXL っていうところなのでかなりほとんどの方がゆとりを持って着れるサイズかなと思います。こちらお値段の方ですね、5800円に消費税になります。続いてこちらがチャンピオンの T シャツですね。タグがこちらの方になっております。サイズ表記がミディアム表記になっております。でこちら、赤ボディ、赤っていうよりはちょっと赤とエンジの中間色ぐらいの色味ですかねにラバープリントで1段入っております。でこちらも全体的に多少の焼け等はあったりするんですがダメージなどは見られないです。でサイズもミディアム表記というところで、僕がちょっと着丈は短く感じるかなっていうぐらいのサイズ感です。お値段の方がこちら6800円に消費税になります。続いてこちらもチャンピオン T ですね。タグの方がこちらになっていてサイズ表記は XL の表記です。でアシッドグレーのボディですねにプリントがラバーで入っております。でこちらに関しても、特にダメージ汚れとは見られないっていうところですね。でサイズ表記 XL 表記ではありますがそこまで、ちょっと縮んでるのかなっていうぐらいのサイズ感です。僕が気持ちゆとりが出るぐらいでちょうどいいサイズ感になりそうです。お値段の方がこちらも6800円に消費税になります。もう1枚チャンピオン T シャツですね。こちらのタグでサイズ表記はミディアム表記になっております。こちらはボディが黒にラバーのプリントが入っております。黒ボディいいですね。でこちらも特にダメージなどは見られずっていうところですが、本当細かいところで言うとこういった小穴が1箇所あってっていうぐらいです。でサイズがミディアム表記というところですね。ちょっと僕は正直身幅がちょっとピタッとなるかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらの方もお値段ですね、6800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツなんですが、タグがフルーツオブザルームのツルタグの L 表記になっております。ネイビーボディにラバーでプリントが入っているんですが、ナーバルスペシャル、ワーフェアになっておりますね。プリントいいと思います。でネイビーボディで多少焼けてる感じはところどころ見られるんですが、特にダメージなどは見られないです。ツルタグの L 表記僕も私物でも持ってますがちょうどいいサイズ感です。こちらですね、お値段こちらも6800円に消費税になります。続いてこちら、タグの方がこちらのデルタのタグになっていてサイズ表記は L 表記になっております。黒ボディにデッドケネディのプリントになっております。かなり大判でインパクトもあるかなと思います。こちらの方ですね、コピーライトの方も入っております。で黒ボディというところでところどころその色焼き等は見られるんですが、バックプリントもすごいかっこいいですね。特に状態などはダメージですねは特にあまり見られないです。でサイズ表記も L 表記なので、僕がちょうどよく着れるサイズ感になっております。こちらでお値段ですね、19800円に消費税になります。次こちらの T シャツなんですがタグがこちらのタグになっています。キャンベルのタグです。サイズ表記はこちら WXL の表記になっております。でもうタグもそうなんですがもうプリントもキャンベルのプリントになっております。かなり人気があるところかなと思いますね。でダメージ等も見られずいい状態かなと思います。でサイズ表記も WXL なのでこちらもほとんどの方がゆとりを持って着れる大きめのサイズになっております。お値段の方がこちら29800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツですね。タグの方がこちらになっております。年代でいうと80年代頃のボディですかね。サイズ表記の方がですね、この一番上ですかね、46、48、XL 相当のサイズ感だと思います。で、50、50のボディですね。で、ベースボール T になっております。ヘンリーネックのタイプで、こちら7分袖、5分袖ぐらいの感じですね。胸元にプリントが入っております。ドジャースとヤンキースのところですね。状態としても特にダメージなどは見られずいい状態かなと思います。でサイズ表記も XL 相当だとお伝えはしたんですが、ベースボールシャツ自体がち
ちょっとサイズ感は小さめのものが多いので、これで僕がちょうどよく着れるぐらいのサイズ感だと思います。お値段の方ですね、こちらが6800円に消費税になります。続いてダークナイトの T シャツですね。こちらオフィシャルのタグがついていて、サイズ表記の方ですね、こちらの一番下になるんですが L 表記になっております。で黒ボディにジョーカーの本当鉄板のプリントですね。かなり人気あると思います。で状態としても特にダメージとかもなく汚れも見られないっていう状態です。いいですね。でサイズ表記も L 表記ですが、そこまで縮みが出てない感じですね。僕がゆったり着用ができるぐらいのサイズ感かなと思います。こちらでお値段が25,800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツですが、タグがヘインズの2枚タグでサイズ表記 XL の表記です。白ボディにミスター・ビーンの T シャツですね、プリントになっております。かなり大判でインパクトあるかなと思います。バックも無地なんですが、ところどころこういったスレ等が、あとは本当細かいこういう小穴があるぐらいの状態ですね。でサイズ表記 XL っていうところなので、僕もゆとりを持って着れる大きめのサイズ感になっております。こちらお値段の方が15,800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツですね、ナイキのタグがついております。90年代頃のものでサイズ表記は L 表記になっております。ネイビーボディにラバープリント入っておりますね。でネイビーボディちょっと退色しやすいところもあって、ところどころ焼けはあったりするんですが、ダメージというダメージは見られないです。サイズ表記も L 表記っていうところですね。縮みはそこまでは出ていなくて、僕でも全然緩めに着用ができるサイズ感になっております。お値段の方が6,800円に消費税になります。続いてレギュラーのスウェットを紹介します。タグの方がこちらリーバイスのタグになっております。90年代頃ですかね、50/50のボディになっておりますね。サイズ表記の方はこのビッグっていうサイズですかねになっております。でボディが黒ボディですねになっていて、プリント501のプリントが入っております。いいですね。状態としてもその黒の焼けてる感じとかは多少あるんですが、ダメージというダメージはこちらも見られないです。でサイズ表記 SML でいうと L 表記ぐらいの感覚ですかね。僕が気持ちゆったり着れるかなっていうぐらいのサイズ感だと思います。こちらの方でお値段7,800円に消費税になります。続いてこちらも、スウェットになりますね。フルジップのスウェット、ミッキーの総柄ですね。プラスこれに関してはリバーシブルのものになっております。こういった感じですねになっています。でこれに関してはこの黒の色の残り具合を見ていただいても分かると思うんですが、めちゃめちゃ程度がいいです。でサイズ表記ですね、SML でいうとXL ぐらいの感じかなと思います。かなり作り大きめですね。僕でもゆったり着れるようなサイズ感です。こちらの方でお値段ですね7,800円に消費税になります。もう1枚レギュラーのセット、こちらチャンピオンですね。タグの方がこちらになっております。サイズ表記が L 表記になっております。で前 V のスクリプトの刺繍、鉄板ですね。でターコイズブルー、かなりいい色味かなと思います。多少の色焼けなどところどころあったりはするんですが、全然ダメージとかなくていい状態だと思います。でサイズ表記も L 表記というところなので、僕も気持ちゆとりを持って着れるいいサイズ感かなと思います。お値段の方がこちら6,800円に消費税になります。続いてニットですね、アクリルカーディガンの紹介です。こちらアイゾットのラコステのタグでサイズ表記は XL です。しっかりアメリカ製のボディですね。で白ボディに胸元に、ラコステのワニがいるってところですね。でボタンの欠損などもなくいい状態かなと思います。こういった感じですね。バッグもでサイズ表記も XL っていうところなので、そんな縮みも出ていなくて腕かなり長いですね。僕でもゆとりを持って着れるサイズ感です。こちらでお値段の方が7,800円に消費税になります。続いてこちらですね、フィッシャーマンの、カラーものになります。タグがこちらの方でサイズ表記は XL です。でアイルランド製のものの 100% ウールになっております。でアイボリーの色味にネップが入っているというようなものになっております。程度もすごくいい状態です。でサイズ表記も XL というところで、多少ね僕だと着丈長く感じるサイズ感ではあるんですが、着れる方非常に多いと思います。
こちらでお値段ですね、7800円に消費税になります。続いてリバースイブの紹介です。こちら無地のタイプですね。タグが90年代刺繍タグのミディアム表記になっております。でパープルの色味に、こちら目がついているタイプですね。で、若干の色焼けところどころあったりはするんですが、ダメージが全然なくて、その状態、ボディの状態自体はかなりいい状態かなと思います。でサイズのミディアム表記というところですね、僕が本当ピッタピタで、着れないことはないぐらいのサイズ感です。こちらお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてプリントものですね。タグがこちら80年代トリコタグのミディアム表記になっております。グレーボディにラバープリントで2段入っているものになります。状態としても特にダメージなどもなく本当いい状態ですね。でサイズがミディアム、こちらもミディアム表記というところなので、僕がギリギリ着用ができはするっていうサイズ感ですね。お値段の方がこちら15,800円に消費税になります。続いてこちらもプリントものです。タグが90年代の刺繍タグ XL の表記です。グレーボディにこちら赤のラバーが1段入っているものになります。状態としてもこちらもいい状態ですね。特にダメージなどありませんが、ちょっとしたこういう、シミ汚れが気持ち残っているっていうぐらいですね。でサイズが XL っていうところですね。僕が大きめに切れていいサイズ感かなと思います。お値段の方がこちらも15,800円に消費税になります。続いてこちらもプリントものですね。タグが90年代の刺繍タグで WXL の表記です。でグレーボディにこちらもラバープリント、こちら2段入っているタイプですね。で特にこちらに関してもダメージっていうダメージは見られないです。でサイズも WXL というところですね。僕はかなりゆとりが出る大きめのサイズ感になります。お値段がこちら12,800円に消費税になります。続いてこちらもプリントものです。タグは90年代刺繍タグで XL 表記です。でグレーボディにラバープリント1段で入っております。赤に黄色の枠組みですね。でこちらに関しても特にダメージというダメージは見られない状態です。いいと思いますね。でサイズも XL なので、一番需要は多いかなというサイズ感です。お値段の方がこちら12,800円に消費税になります。続いてこちらなんですけれど、いい色ですよね。タグがこちら90年代のミディアム表記になっております。ピンクのボディですねにラバープリントで1段入っております。このピンク珍しいですね。しかも状態はめちゃめちゃいいです。この辺はちょっとご愛嬌だと思っていただきたいぐらいのところです。でサイズがミディアム表記なので、僕もギリギリ着用ができるかなっていうサイズ感です。こちらお値段の方が15,800円に消費税になります。続いてこちらはフルスナップですね。タグが90年代刺繍タグのミディアム表記です。で黒のフルスナップ、目付きのタイプです。でスナップは無刻印のこの同系色のタイプです。で、黒っていうだけで本当いいと思うんですが、状態もねこちら、特にひどいダメージっていうのは見られないです。こういったスレ等はあったりするんですが、全然着用自体は困らないかなっていうところです。あとこの本当細かいですけどペンキ飛びぐらいな感じです。でサイズもミディアム表記というところですね。フルスナップは本当作りが大きいので、このミディアム表記ぐらいが一番需要が多いかなと思います。僕でもちょうどよく気持ちゆとりが出るぐらいのサイズ感です。お値段の方がこちら29,800円に消費税になります。続いてこちらジャケットですね。タグの方がこちらのタグになっております。サイズ表記の方ですね、この下の紙タグになるんですが、ラージ表記一番下ですねになります。そうですね、年代でいうと80年代頃のものかなと思います。でパシフィックベルの、ワッペンが入っていて、いわゆるコーチジャケットの形ですね。で特にダメージとかは見られないです。でサイズ表記も L 表記というふうにお伝えはしたんですが、縮みもそこまで出ていなくて、僕でも全然着用ができるサイズ感になっております。こちらでお値段の方ですね、6,800円に消費税になります。続いてレイダースのジャケットですね。タグの方がこちらの方になっております。しっかりアメリカ製でサイズ表記 L 表記になっております。80年代頃のボディかなと思います。
で胸元にレーダースのワッペンですね貼られております。で状態として、ダメージというダメージじゃないんですけど、こういった汚れが多少残ってるっていうぐらいです。でバックに関しては無地のタイプになっております。で縮みもそこまで出ていなくて L 表記っていうところですね。僕も全然着用はできるサイズ感になっております。でこちらお値段の方が29,800円に消費税になります。続いてこちらレオパードのジャケットになるんですが、タグがこちらの方になっております。年代そこまで古いものではないです。80年代から90年代入るぐらいかなと思います。で、しっかりメイドイン USA の表記もあって、こちらボディが 100% ポリのものになっております。でレオパードの柄で、合わせがレディースの合わせですね。でローブも残っていて、特に状態として全然まだまだ着用していただけるような状態かなと思います。すみません、サイズ表記の方ですね、こちら一番下に L 表記っていう風にあります。でレディース合わせで L 表記というところではありますが、作り自体そこまで小さくもなくて、僕、ちょっとアームは少し細いかもしれませんが、ボディ自体は全然着用ができるかなっていうサイズ感です。こちらの方でお値段が9,800円に消費税になります。続いて G ジャンですね、リーバイスの70505になります。パッチこちらにあるんですが、ちょっとサイズの表記までは読めないところになっております。でケアタグがついているタイプです。で赤タブスモール E がしっかり残っております。で、この独特な色味もあまり球数ないかなと思います。で状態としても特にダメージなどはなくてっていうところですね。でサイズ感で言うとなんですけど、38表記だと思いますが、気持ちで36に近いかなっていうぐらいのサイズ感かなと思いますね。でそれぐらいのサイズなので、僕はちょっと正直着用はちょっと難しいかなっていうサイズ感です。こちらでお値段の方ですね、12,800円に消費税になります。続いても70505ですね。こちらもパッチは残っております。ただこちらに関してもすいません、印字は見えないというところになっております。でこちらも赤タブしっかり残っていて、70年代ですね。で襟元は多少擦れてはいますが、まだダメージというダメージにはつながってないかなと思います。でこちらに関してもサイズですね、表記読めるとすると44から42、実質42ぐらいだと思いますっていうサイズ感になっております。でバックもこういった感じですね。いい色味です、すごく。先ほどお伝えしたサイズ感なので、僕も着用自体はできるっていうサイズ感になっております。こちらの方でお値段が15,800円に消費税になります。続いても G ジャンですね。こちらも70505なんですが、ブランケット付きのタイプです。でこちらパッチ、こちらも残ってはいるんですが、すみません、紙タグの方が残っていて、サイズ表記の方はこちらも読み取れない状態です。で赤タブこちらもしっかり残っております。でこちらに関してはサイズ、そうですね、結構大きめかなと、46ぐらいの表記だと思います。またブランケットがついてるっていうのもあるので、実質で44ぐらいでちょうどいい方が着られるのがいいのかなと思います。で特にこちらもダメージなどなくっていうところですね。ちょっとしたこういう袖の入り口などのスレっていうのはあったりするんですが、古着慣れしてる方であれば全然許容範囲ないかなと思います。でサイズも先ほどお伝えした通り、僕でもゆとりを持って着れるようなサイズ感になっております。こちらの方ですね、お値段の方が15,800円に消費税になります。そしてミリタリーからちょっと1点ですね、サルベージパーカーになります。かなり人気あるところですよね。ちょっとタグとかそういったものはついていないんですが、こういった感じですねになっていて、サイズ表記、この辺でよく見分けるかなと思います。このステッチが2本入ってるっていうサイズ感ですね。で状態としては、こういった気持ちですね、シミ汚れがところどころ残ってたりはするんですが、この辺もヴィンテージ好きな方全然、抵抗ない範囲かなと思います。でこれに関しては背中ですね、このカレッジの染み込みっていうのがめちゃめちゃ珍しいと思います。いや僕は本当数枚見たかどうかだと思います。ところどころですね、そういった汚れとかはありますが、もうこの背中がすごくいいと思います。でサイズ感はですね、僕でもかなりゆとりを持って着れるようなサイズ感になっております。こちらでお値段の方ですね、59,800円に消費税になります。続いてスニーカーの紹介です。こちらちょっと珍しいんですけど、プーマのスニーカーですね。でこちら見ていただくと分かるんですけれども、こちらの
マークですね、目がついてるというところで、年代としては80年代頃のものです。ただちょっと調べてみたんですけど、モデル名が全く出てこなくて、ちょっと何ていうモデルかはわからないです。すいません。でサイズの方はこちらですね、8ハーフっていう表記になっております。でネイビーのスウェードですね、ちょっと状態としては正直こうやれてたりとかもする場所はあったりするんですが、かなり雰囲気いいかなと思います。ソールはこういった感じになっております。でヒールの方はこんな感じですね。でこちらの方でお値段ですね、12,800円に消費税になります。もう一足スニーカーの紹介です。こちらはコンバースのスニーカーになるんですけども、モデル名がですね、こちらの箱に書いてるんですけど、クリス・エバートっていう、テニス選手のモデルのスニーカーになります。で箱もついていて、もうデッドストックの状態になるんですが、箱がいいですかね。サイズの方がウーマンズの10っていう表記になっております。で物としてはこちらになるんですけれども、そうですね、こちらの方にもメイドイン USA の表記もしっかり入っております。内側の方にもこちらですね、サイズの表記などしっかりあって、年代でいうと70年代頃のものかなと思います。今デッドストックの状態なので、こちらに関しても使用はされていないというところですね。こちらの方でお値段が25,800円に消費税になります。箱付きの状態です。続いてパンツの紹介です。こちらナイロンパンツになるんですが、タグの方ですね、こちら90年代のナイキのタグの表記で、L 表記になっております。で、黒のナイロンですね、オールブラックというところでかなり使い勝手いいアイテムかなと思います。裾口の方はこういった風にジッパーになっているタイプです。でこちら L 表記というところではありますが、僕でもちょっと緩めに、履けるようなサイズ感になっております。こちらの方ですね、お値段なんですが6,800円に消費税になります。続いて軍パンですね、アーミーベイカーになるんですが、タグの方がこちらですね、サイズがスモールの表記になっております。でこちらですね、サイドの方にアジャスターもついていて古いタイプのものになっております。で状態として見ていきたいんですが、特に着用に困るようなダメージは見られないです。股下もちょっとステッチ入れ直されてはおりますが、全然履ける状態です。で裾の方ですね、こちらもですねちょっとリステッチ入れられてはいますが、レングス自体はオリジナルだと思います。で実寸のサイズがウエスト、すみません、インチで言うとなんですけど、ウエスト27インチのレングスが31インチっていうサイズです。僕がちょっとね着用には向かないサイズにはなるんですが、履ける方かなりお得かなと思います。お値段の方が7,800円に消費税になります。続いてこちらも軍パンなんですが、こちらも、ベイカーパンツになるんですが、ボタンがですね13スターのボタンが使われております。いいですね。でタグ内側にですねこういった風に紙タグが残ってはいるんです。ちょっと表記は何も読めない状態になっております。13スターなので年代としては50年代頃のものかなと思います。で状態としてこちらもですね、股下は特に問題ないです。でレングスに関してもこちらもオリジナルのものになっていますね。でこういった小穴が開いてるっていうくらいはあるんですが、この辺は許容範囲内かなと思います。でこちらに関しても、インチで言うとなんですけども、ウエストが28インチのレングスが31インチっていうサイズになっております。こちらもちょっと僕は履けないサイズなんですけども、履ける方かなりお得だと思います。すいません、ちょっと見落としてたんですけど、裏面ですね、バックポケットの方にも少しダメージはあります。ただいい雰囲気かなと思いますね。こちらもお値段7,800円に消費税になります。続いてこちら501のホワイトですね。パッチの方がこちらになっております。ちょっと読み取りづらいんですけど、ウエスト33の表記ですかね。でレングスが30の表記だと思います。で赤タブもしっかり残っております。でこちら状態としては特に目立った汚れもなくてかなり綺麗な個体かなと思います。ダメージもないですね。でレングスに関してもこちらもオリジナルのものになっております。アメリカの方で漂白もかけてかなり綺麗な状態ですね、本当。で実寸のサイズがウエストが31インチのレングスが30インチになっております。僕がちょうどよく履けるサイズ感です。いいですね。こちらお値段の方が12,800円に消費税になります。もう1本501ホワイト紹介します。
こちらのパッチからですね、こちらになっていて、ウエストが33インチ、レングスが30インチの表記になっております。先ほどのものと表記サイズが一緒というところですね。で、赤タブもしっかり残っております。でこちらに関しても特に目立った汚れっていうのはないんですが、ほんと細かいところで言うとこういったぐらいです。で、股下も全然ダメージはなく、レングスに関してもこちらもオリジナルのものになっております。で、実寸のサイズですね。こちらはかなりウエスト縮んでますね。30インチのレングスも30インチってところです。僕はピッタピタで履くにはちょうどいいサイズ感です。こちら お値段の方が12,800円に消費税になります。続いてこちらリーの 101Z になります。ジッパーの方ですね。こちらセミオートのタロンがついております。で、内側の方ですね。こちらサイドの方に黒タグがついております。ウエストの表記は35インチになっております。で、裏面ですね。こちらパッチも残っておりまして、ピスの方がこちらになっていて MR が入っているタイプです。ただ、ポケットの内側ですね。こちら当て布もしっかり残っております。で、状態として見ていきたいんですけれども、まずパッと見ですよね。このリーのこういったいい色かなり少ないと思います。で、股下に関しては全く問題はないです。で、レングスに関してですね、こちらは、裾上げはされてはおりますが、かなりしっかり当たりが出ていていい雰囲気に馴染んでるかなと思います。で、実寸のサイズですね。ウエスト34インチのレングス29インチっていうサイズになっております。僕だと気持ちウエストゆとりが出るんですが、履ける方多いと思います。レングスも29インチというところですごくいいかなと思いますね。お値段の方が29,800円に消費税になります。続いてこちら501ですね。後ろからですね。こちらパッチの方は綺麗に外されております。で、赤タブの方ですね。こちら擦れてはおりますが、びっくりしっかり確認はできます。で、当然こちらシングルステッチのものになっていて、で、トップボタン裏はこの向きですね。6番になっております。で、こちらも状態として見ていきたいんですが、まずポケットの入り口ですね。多少擦れてる感じがあってっていう状態です。で、股下ですね。こちらも、リペアが施されていてという状態ですが、全然履ける状態です。で、膝部分ですねにこちらダメージがあったのをリペアされております。両方ともそうですね。で、レングスに関してなんですけれど、こちらレングスオリジナルではあります。多少擦れていてっていう状態にはなりますが、丈上げなどはされていないというところですね。当然耳もついております。で、実寸のサイズになるんですが、ウエスト36インチのレングスが28インチっていうサイズですね。かなりいいサイズ感かなと思います。パッチ表記でおそらく3830っていう表記だと思いますね。この色味も含めすごくいい1本かなと思います。お値段の方がこちら55,800円に消費税になります。続いてオーバーオールになるんですが、こちらめちゃめちゃスペシャルです。リーの31のオーバーオールになります。タグの方がこちらについていてしっかり残っております。廉価版っていうことにはなるんですが、めちゃめちゃ球数も少なくてすごいいい1本です。こちらの方にもタグはしっかり残っております。年代でいうと30年代後半頃のものかなっていうところですね。で、ボタンの方にもユニオンメイドバイリーの刻印もしっかり残っていて、本当31らしいディティールですね。で、状態として見ていきたいんですけれども、こういったスレッド感は多少ある状態です。ただこの色味も含めというところでかなり雰囲気抜群に出ているっていうところですね。で、股下に関しては特に問題ないです。で、レングスに関しても、こういった多分当時履かれていた方が折って履かれていてというところで、こういった色味の差が出ていたりとか、その折り線がついたりとかっていうところで、そういったダメージにつながっているところがところどころあったりするんですが、もうこの極上の雰囲気全然許容範囲内かなと思います。で、ただこちらの方ですね、こちらが少しダメージがちょっときそうなところではあるので、買っていただいた方にはぜひリペアをしてから着用していただきたいかなっていうところになっております。バッグに関しても本当めちゃめちゃ雰囲気いいと思います。この色落ちの感じとこのスレ等の雰囲気すごくいいですね。
こちらでサイズですね、インチでいうとウエストが36インチのレングスが31インチっていうところです。僕が多少そうですね、レングスが少し長く感じるかなっていうぐらいのサイズ感です。この溜めて履くのもすごくかっこいいと思いますね。こちらでお値段の方が9万8000円に消費税になります。ベルベージの方で買取委託販売の方を行っております。何かご不明な点あればお電話で対応いたしますので、そちらもよろしくお願いします。